サンドイッチ用のパンでフォカッチャを作ります。私のことはみんなマチャって言います。抹茶さん。はい、みんなそれ以外は誰もない。何も呼ばない。今からサンドイッチの具材を作っていきます。自分たちで魚を仕入れてきて処理してもう加熱しとくっていう感じですね。エビの殻むきだけは84の母が火曜日に来て剥いてくれます。処理からされるんですか？そうですね。うちだからパン屋やのに魚屋みたいやったり肉屋やったりこれは、ウーロン茶のウーロン茶。ウーロン茶のパンです。の一番人気のサンドイッチです。エビマヨサンドになります。自家製のエビマヨ。そうです。はい。既製品は全部ないです。全部作ってます。ソース。ソースの数がもう冷蔵庫パンパンでいろんなソースが全部分けて入ってる。
ズベリーお菓子パン。これも人気あるかな。豚しゃぶ肉バルサミコ炒め。あさりとセミドライトマトのガーリックをこれに韓国海苔が入ります。おつまみおかず。うぐいす豆です。マスカルポーネと蜂蜜の生地に豆のパンですね。これは鶏天とオニオンのサンドで、このオニオンが美味しいんです。ちょっとゆかりのしそが入ってて、味噌トマトソースっていうのに食べていただく。いつものお願いします。これが私の一日の栄養源です。水だけはもう常に飲んでます。いいですか。これは湯種って言ってすごくもちもちになる種なんです。
湯種っていうのが小麦粉を高温で練っただけのものなんですけど、それが入ることによってすごく面白い。焼いた当日は生で食べていただいて、次の日はもう分厚くトーストして食べていただいたら、昭和の一番のファンなので食パン大好き。めちゃめちゃ美味しいです。うちのパンが美味しくてって言ってくださって、お手伝いに来てくださる。もうすごくいい方で、本当にもうこの方たちがいないと。美味しくできました。お餅みたいな。よいしょ。マカダミアナスの生地にアーモンドダマンドっていうカリッとする
ずつ売ってますのんちゃんのシュガーバターを買っちゃう、今週の一押し商品バゲットです。食パンは北の香りっていう粉一択なんですけど、フカフカッチャとかは夢力とかいうものとか、ソティールっていうパスタの麺だとか、あと全粒粉とかをこう配合したりとか、で塩パンとかは2種類の粉をこの食感がいいなっていうので配合してます全部。はい。さんサンドイッチできました。これが全部サンドイッチのパンになって、わからん鳥さんが切ってサンドイッチにしていきます。うちは必ず試食するんです。今日のあれがどうかなとかこうかなとか言いながら挟んだバランスとかもあるし、どうぞ試食してください。いいと思います。ありがとうございます。いかがですか？それで毎日味を確かめて。そうです。一人で食べててもね、分からへんから。ちょっと違うなーっていう日もあるんですか？ありますあります。すると、ね、出せないから。今日のは美味しかった。業者さんとかが来はった時に何か作ってたらもう食べてもらいます。いきなり来て食べて「何ですかこれ美味しい」って言われたら絶対美味しいんですよ。でもいきなり来た人が食べて「美味しいです」って言ったら多分美味しくないんですよ。なんで誰にでも食べてもらいます。とにかく作ってる時は。知ってる人ばっかりに食べてもらってもみんな絶対美味しいって言うから。専用ならへん。失礼。
でなんか子供さんとかにはこのサイズがちょうどいいそうです。スーパーのパンと比べるのもあれですけど、スーパーのパンで売ってるものをうちに来てわざわざ500円出して買っていただくわけですから、とりあえずちっちゃいのを食べていただいて、気に入っていただけたら大きい方を買っていただける。うちのロゴを食パンに焼き印するので、店主抹茶の横の写真が私と弟の幼少期なんですけど、その写真を元にロゴを作ってもらったっていう、はい、これが私で、これが弟なんですよ。私は現場で、弟は後ろで店を全部支えてくれてるっていう、それを思いがあって、家族とか仲間がやっぱり何よりも大事っていう。サブロゴっていうのがいっぱいあるんですけど、こういうですけど、はい、このロゴは私と私の娘、私の息子をこういう写真から考えてくれて。間違う。答えと言いますか。なので、そうですね。これはバルサミコ酢とマヨネーズを混ぜたソースです。ちょっと酸っぱいというか。そうですね。酸味が、はい、さっぱりと。贅沢かもしれないっていうサンドイッチをランチで食べてもらいたいっていう大変なお母さんや、ね、小さいお子さんがいてもなかなか簡単なものしかね食べれないので、些細なことですけど、わあこんなん食べれたって思ってもらえるようなものがお出しできたらなっていうふうにはちょっと思ってて、自分にご褒美じゃないですけどね、世のお母様方に一人の時間、ほっとしていただける時間がご提供できたらなっていう。
すぐ手が空いた時に計量しといてっていう感じになります。ブレンドして何種類なんですか4種類？4種類ブレンド。 4種類ブレンドのパンがですね。フォカッチャがそうです。1種類なんは食パンだけです。あとはもう2種類以上は混ぜてますね。1個食べたらうわもう1個なんか食べたいなって思うものを作りたいっていうのがずっとあって、シンプルないかに美味しくするかっていうのをずっと考えてて、でこの形になったんですけど、日本のものと洋のものを合わせたいっていうのもずっとあって、でうちのサンドイッチ卵サンドには福神漬けが入ってるんですけど、なんかお漬物とか福神漬けってやっぱり日本の、まあ、文化といいますか、すごく美味しく食べれるサンドだなって自分で思ってるので、ぜひうちの卵サンドを食べてうまって笑っていただける、ぜひプラスワンで一度卵サンド食べていただけたらなっていう思いがすごく強い。アルブレンド。松さんすいません。はい。サンドイッチははい全部で何種類ぐらい？ 15種類から20種類ぐらい、延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。ご飯食べてたりとか外食した時に、まあ、このお魚美味しいって思ったら、あ、これなんかにできんのんちゃうってもすぐ思ってしまうんですよ。お家ではなかなかできないようなフレンチ、イタリアンにちょっと寄ったサンドイッチにしようっていうふうにいつも思ってますかね。はい。等分くらい。香りますか？香る。お茶いいよな日本人やしっていう発想から、あ、ウーロン茶で練ってみよう。そんな感じです。あんまり大したことないんですけど。私ご飯に合うものは何でも合うと思ってる、パンにも絶対合うと思ってるので、なんか自分が家でご飯してて、うわこれうまいやん、これパンにしようとか、そんな発想です。うん、いいと思う。すいません。香りますか？ご飯代わりにして食べてもらうパンを平日はちょっと増やしていこうかなっていう。何と何？これが玄米茶
のバケット、お茶漬けバケットっていうんですか、バケット。こっちがアールグレイのバケット。うちのメイン食パン、一度食パンを買っていただきたい。うん、いい香りだ。焼き上がった常々ちょっとお客さんにお知らせするっていうか。まっすぐ。それじゃあ、まっすぐで。すいません、いつもありがとうございます。ちっちゃい食パンも美味しいです。はい。それと練乳バゲット、ちっちゃい方も美味しいです。はい。スコーンと、これは多分フレンチトーストだと思います。新作のパンとか多いんですか？あ、はい、よく見ます。なんで楽しいです。はい。商品っていうのってなんかそういうストーリーがあってこそ来ていただけるんじゃないかなっていうのがあって、アッシェガノっていうまず名前なんですけど、マサイ族がなぜかすごく子供の頃から好きで、なんかこう伝統もあればパソコンとかを使いこなすすごくいい民族だなと思ってて、でスワヒリ語でアッシェオレっていうのがありがとうとか感謝っていう意味で、で後ろのガの N から後ろの小麦っていう意味なんですけど、支えてくださった方のおかげでやっぱり今お仕事させていただいてる、パンを作らせていただいてるっていうのがあるので、その中でも家族っていうのってやっぱり一番身近な個体といいますか、ありがとうという意味の間に
A の後の SS が息子娘私の弟の干支の頭文字を入れて割と家族にありがとうという意味で小麦っていうのはまあ小麦粉があったからまあ生きてこれたと仕事があったということで小麦粉にも感謝という意味で全てここができたのは感謝しかないっていう意味でアシェガノっていう名前になってます。オリジナルの言葉。そうですそうです造語です。はいなのではいでまあ自分の歴史じゃないけどこういう家族でここでやらせてもらってますっていうのをまあ写真でも見ていただけるように、まあ、ここにアッシェのストーリーっていうのを貼らせていただいたって感じです。はい。おっしゃってた相棒の方です。はい、マミです。私がパン担当、マミちゃんがまあ料理食材担当っていうような形で、まあ2人でメニュー開発みたいな感じでやってます。はい。今日も今からスープを仕込んでいってくれます。ランチのはい。人参のポタージュスープになります。金時人参、今の旬なので使っていきます。全国900店舗を突破大好きスこれ美味しいんですよ、とっても。食パンがおすすめです。柔らかいですよね。そうですね、結構ふわふわもちもち。だからそのままちぎって食べれるんじゃないですかね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
反省ように決めましょう。自転車先ほど来られてた業者さんでいらっしゃいはますか？い、そうです。結構来るたびにランチは違うので楽しみにしてる感じですね。全部美味しいしね。一番好きなのはこれですね。チーズと牛皮、もちもちの食感とソーセージのこれパリッとしたやつと相性がめちゃくちゃいい。妻がミルクフランスめちゃくちゃ好きで、結構売り切れてること多くて、あると必ず買っていくっていう。結構売り切れてる。もうあとちょっと出てるし。お願いします。うまくない？なんか普通のレストランでもない組み合わせというか、パンも当然美味しいし、メインのお皿も美味しいっていう、どっちもうまいんですよ。相乗効果というか、パンにも合うし、それだけでもうまい。これシュークリーム割と最近なんですけどめっちゃうまいです。おすすめです。いやもう意外と付き合い長くて別のパン屋さんにいらっしゃってて、その時からかれこれ5年ぐらいで、オープンの時も当然よく知ってた方なので、ラザニア初めてでしたけど、めちゃくちゃうまい。ラザニアで使ってもらってる粉もうちから買っていただいてるやつなんで最高でした。なんかいつ来ても結構新しいメニューがあって飽きのこないというか、定番のものもあれば来たら新しいものが出てるっていう面白さみたいなのがありますね。引き続き美味しいパンを作ってもらえると僕も嬉しいです。はい、ありがとうございます。とんかつの衣でやります。
ってるより思う。塩パンめっちゃ美味しいよね。お食事系と甘いのとこれがめっちゃ美味しい。前も食べて美味しかったから。変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。ありがとうございます。子供が中学生かな行く時に、サラリーマンだったんですけど、ちょっと夜遅かったので、夜遅い仕事はあかんよっていうふうに母から言われて、朝行って夕方帰れる仕事やったら、子供もうちょっと見てくれる、いろんな知り合いからパンやったら夕方帰れるんじゃないっていうことで、ちょうど神戸屋さんが僕帰れたのがあったので、お給料もらいながらしっかりパンを覚えられるんやったらいいかなと思って始めた。ほんなら面白くてハマってしまったっていうものを作るのが向いてんのかなって思ったんですね。その年から作ってなんか美味しいよとか喜んでいただけるお客様を身近に直に評価をいただけるっていう点ではすごく刺激的な仕事なのかなっていうふうに思います。子供も特化したといいますか、上の子は音楽やったりとか、下の子も芸大で舞台をやってたので、自分の趣味を突き詰めてやってる姿を見ると、逆に私も羨ましくなったりとか、親子というよりもチームでやってきたので、取り残されたらあかんっていう気持ち、私が何もなかったら絶対空虚な人生になるなと思って、私もそういう趣味でのめり込めるものがないとダメなんやなっていうふうに、子供から教えてもらったといいますか、これが私の生きがいといいますか、楽しみでもあり苦しみでもあり人生そのものかなと思ってます。お願いします。あと食パンも一つお願いします。ありがとうございます。
パン屋なんですけれども、坂がパン屋、されどパン屋と思ってますので、やっぱりパン屋だけれどもこんなに美味しいお料理もできるんだよっていうことで、パンとお料理の融合したお店になればなっていうふうに思ってます。大きくなっていってもっと今よりもたくさんのお客様に来ていただけたら十分でございます。
これチョコラータっていう商品なんですけど、こう鉄板で焼いといて後でカットして、イタリアのクッキーとかを砕いてチョコレートで固めた伝統菓子みたいなのがチョコラータっていうんですけど、パン屋仕様にちょっとアレンジしてみたんですけどそれで菓子パンとかを砕いて固めてみたいな。釜になってるんですか？あ、そうなんですよ。これコンベクションオーブンで、こっちデッキオーブンなんで、用途が若干違うんで使い分けてます。ちょっと食感出すのと、ちょっと甘さプラスアルファで。まあそうです、夏なんで、まだちょっとだいぶ暇になってきますけど、冬とか春頃はもうかなりパツパツで焼いてるんで、朝からちょっとひっきりなしに焼き続けるって感じですね、オープンまでは。はい。これはひじきですか？あ、そうです。ひじきね、こう練り込んでます。サンドイッチ系の土台になるというか、はい。失礼します。
通ります。アパリ、いわゆるキッシュの卵ソースみたいな感じです。
から1時間ぐらい焼き固めるみたいな。1時間も。あ、1時間、そうですね。大きいのはちょっと1時間ぐらい。
生地みたいに焼いたらクッキーみたいにちょっとサクッてした生地になる。バナナとナッツとあとチョコクリーム入ってます。にマヨネーズプラスで入って。今入れてるのがモッツァレラチーズ。そう、そのため。はい。方ちょっとまずいんで。入れます。まあ親父の田舎が晩ご飯となんで、米作ってあってだし入れて、でせっかくなんでなんかパンに使いたいなって。やっぱ全然違うんですか？違うと思う。ブレンドとかされてないんで、もうそのままそこの畑で作ったやつをそのまま入れてるんで、まあそれは
いいなと思いますよね。これが何肉ですか？これ鴨肉。マスタードの上に粒胡椒をトッピングしてます。
ょっと距離があるんですけど、自転車でたまに行ってます。風味されたパン。グリーンカレーのそば飯パンを食べたくて来ました。買いたくて。こっちの方が好き。こっちの方が好き？これを、そう、今から自転車の後ろで食べます。何食べても美味しい。甘いタルト系も美味しい。そうですね。タルトもね、ケーキっぽくてね。朝何人いるんですか？そうですか。9とかなんですね。結局最終。人増えてきて、やっぱその子たちのちょっと将来のことが考えると、活躍してもらえるような、場を作ってあげないといけないのかなっていうのは、もう考えるようになりましたね。はい。なんかすごいチーズ乗ってる。これにする？これは？これ美味しかった。ありがとうございます。袋ご利用ですか？ミニスープのタルティーヌが1点。ありがとうございます。ありがとうございます。母がいつも美味しいところあるから行ってみようみたいな感じで誘われて来ました。今回リピートしたのはこれハモときゅうりのネギ、これめちゃめちゃあっさりしてて美味しいんですよね。夏に良さそう。めっちゃ芋が好きですごい美味しそうやなと思ってこれ楽しみです。お昼ご飯用もあるので結構惣菜を中心に。こっちちょっと甘い系を下に桃のタルトとかいちごバージョンもあるんですけど今回はこれ桃なんでこれすごいですよね。多分季節によって違うのかな。中にクリームも入っててすごい種類が多かったのでめっちゃ迷いましたでもあれもこれもみたいな感じでこのもうお惣菜パンはもう十分もうお昼ご飯としてもボリュームもあるしいろんなものが入ってるし美味しいのでぜひ今日はもう家族も初めて食べると思って自慢したくてあ
いいですね。昼ご飯がしっかり食べれるパン屋さんは目指してます。満足感を出せるようにします。なんでできるだけまあ種類とちょっと惣菜寄りなお店にしたいなと思って、はい。でこんな雰囲気にしてます。はい。もう早速召し上がってますね。おいしい。パリパリ。明太アーリオオーリオ。うん。中も結構入ってる。おいしい。僕はこれ。なんかエビのなんとかビスクのキッシュっていうやつ。私これハーブソーセージと梅ひじきって書いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は結構来てます。初めてです。アップルパイが気になってきました。そうすごくね、アップルパイが美味しいんです。こんな感じ。すごく美味しいんです。結構早く来ないとなくなってる感じで。これを目がけていつも来てます。こっちがカレーパン。これもすごく。このバーガーですね。すごく重たいです。重たい。重たい。もうなんかもっちりしてるというかね。うまい、重量感があるんですね。今日食べます。今日全部食べます。種なんですけど、天然酵母みたいな。うちはちょっとまあ、これが一番力強いんで、レーズン種でレーズン酵母で統一してやってます。だんだんレーズンがちょっと一番なんですかね、酵母になりやすいとか、まあ、人によっては別にマンゴーとかでやる人もいますけど、
これが工房になってて、これ自体がこれあ、まあそうですね、何個かある工房の1個はこれにします。一回ちょっと生地にしてから使ってます。茹でるだけなんでしますけど。はい。リンゴの皮ごと煮込むんですね。リンゴの赤い色がつきやすくなるみたいで、リンゴが美味しそうに見えるので。羽ボラーネさんで買われて公園で食べようみたいな。そうまんまです。ももともと行きたいなと思ってたから。でめがけて行ってで買って近くで公園探してめっちゃ迷ったよな選ぶとき。めっちゃ迷った。めっちゃいっぱいあったから多分食べきられへんぐらいかな。めっちゃ買っちゃったもん。なんか気になったパンとかありますか？もう食べてる。これをみんなで分けようってめっちゃ美味しそうやったのがありすぎて全部読み切るのにまず時間かかるみたいな、確かに迷うからね迷いすぎてやばかった
ご自身でお店をやられるっていったタイミングで奥様はお誘いになられた。販売をお願いします。だいぶ1年以上悩んだんですけど、そうなんですか。みんな地元の友達とかにも相談しながら、まあ、やってみようかなぐらいな感じで手伝い始めましたかね。表は任せる。で後ろはもう僕はしっかりね、パン作りをする。まあ、店名の由来とかはイタリア語でパネってパンじゃないですか。ボラーレが羽ばたくとか、僕名前が意味が羽ばたくとかなんで、そういう自分の名前の意味に近づけたかったな。キャラクターは作りたいと思ったんで、羽ばたくというか鳥じゃないですか。だから鳥がいいなと思って、キャラクター何か自分どんな鳥好きかなと思って、やっぱ走る子好きだったんで、ちょっとシュールな感じがいいなと思って、あれがすごい気に入った。ありがとうございます。美味しいもの食べて生産者さんを応援できて、こうやってゆっくりこうやって上げて。
頑張ります。佐藤さん、雨やから向こうからやってくるかなと思ってこっちからやってますね。クープ入れ方ですか？あれがしてからしてかられてます。アイスコーヒーがいい。ホットとアイスどっちがいい？アイス水出しなんですよ、全部。めっちゃ飲みやすい。僕コーヒー飲めなかったんですけど、この人の豆で飲めるようになったっていう。レモンですか？そうなんです。国産の有機のレモンをちょっと絞ることで、牛乳のこのなんていうか乳臭さというか、それが取れるんです。完全に溶けてしまうとこのビスケットのこのサクサク感とか出ないんで、冷たいのをちょっと細かく砕いたぐらい、にしてやってます。粉物とかバターとか調合されたものをもう朝は混ぜ合わせて焼くだけという形にしてます。もうストック命です朝からやっぱり測ってると時間がかかるので。このエッジが立つのがすごいかっこいいんですよ。ここがこう。すみません。この大きさがこれになってる。そうですそうです。これはライ麦になります。サンドイッチとか全部このライ麦のサワードーでやってます。私はマーケットの M って入れるようにしてます。よいしょ。いいと思う。これはサワードではない。これはオリーブオイルです。これシチリアの手摘みしてるオーガニックのオリーブオイルで、かつ低温圧搾って言ってすごい時間かけて圧搾している。それがめちゃめちゃ合うんですよ。こんな感じで皆さん食べるとまあまあいっぱいかけた方が美味しいですね。で
タルトの塩をかけたらあとは食べるだけです。召し上がってください。マヨネーズ作ってる。マヨネーズも一からですか。はい。平飼いの卵を使って、僕ら八百屋やってるんで、八百屋でもずっと扱ってる卵で、その丹波の芦田コートに使ってて、これね、めっちゃ美味しいんですよ、こうやって見ると。これが結構特徴のある硫黄のような、よいしょで出来上がりです。これはブラックペッパーのペーストです。僕イタリアに問題もあるんで、ね。そうですね。酸味がいいんですけどね。これが、ポーリーのクリームチーズです。ちょっと前にこのクリームチーズに変えたんですけど、さっぱりしててめっちゃ美味しいんですよね。よいしょ。これも姉妹店の八百屋の無農薬の野菜たちを使っております。これはハモンセラーノやったかな、生ハム。よいしょ。多めに油ついたね。そう、くっつくよね。オリーブオイルをかけます。塩コショウですね。これだから野菜全部に名前つけてもいいぐらいみんな農家さん知ってるんですよ。チキンはレストランの方で仕込んでるチキンがあってでそれを焼いてる。出ますかね。大丈夫ですね。で、お肉の分にはヨーグルトソースを。よいしょ。多分そう覚えたんでしょうね。今日は、すいません。
ロール、塩パン。保育園子供送ってその後に仕事でパソコン作業させてもらったりとか、あとすぐそこに自分の畑があるのでよく通って、はい、はい。これはそこにあるなにあもちさんという和菓子屋さんのあんこなんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。100年以上。めちゃくちゃ新鮮ですね。ピンク岩塩もうちょっとだけ甘じょっぱくします。藤野さんは関係ない。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。男前。同業者でハンバーガー屋さんやってるんですけど、友達でその方のバンズが美味しくて、これどこで仕入れてるのって聞いて加藤さん紹介していただいて、いつもめちゃくちゃ美味しいサワードありがとうございます。これからもよろしくお願いします。近くのジャンゴっていう世界一かっこいいお店のオーナーです。後で持っていきます。はい、わかりました。はい。よかったです。ありがとうございます。この雨の中。はい。スライスしよう。微量どんもろい。今日もスターターを今からリフレッシュをします。今日はこっち使うんやなっていう感じや。あ、これ？
クリームチーズとサーモンのサンドイッチ。後で待ち合わせする友達来るんですけど、その友達が紹介してくれて、オーツミルクホットでお願いします。オーツですね。はい。朝から空いてて、お昼も食べれて、すごく居心地がいいので、子連れでも来やすいし。そうですね。こちらのアイスは系列店にグローサリーっていう僕らが八百屋をやってて、そのこだわりの有機とか自然栽培の野菜とか果物を仕入れてるんですけど、それを使ったアイスを作っています。すみません、ありがとうございます。チビバンズ。加藤のお友達でお仕事でお世話になっている方とか、お礼というかプレゼントとしてサワードをお送りしております。メッセージまで。はい。ザ・マーケットでは今オンラインショップも運営していて、加工品とか自分たちで作ったオリジナルのカレーとかカオソイとかも販売してるんですけど、その中でもサワードが結構一番人気商品になってます。もしよかったらぜひはいでしたね。はいでしたね。お疲れ様です。またお願いします。はい、わかりました。はい、また電話だけお願いいたします。基本的に農薬不使用が化学肥料は使っていないお野菜を取り扱っていて、直接オーナーや私たちが知り合った農家さん、顔のつながりがある方から仕入れるように、あたりとか無農薬の野菜と、こだわりの調味料を使ってたくさん取れすぎた時期のお野菜をもったいないので加工して一年中楽しめる何かにしようっていう商品なんですけれども、ニンニクとか玉ねぎとか納品してくださってる農家さんの動かしてもらってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。請求書また。ありがとうございます。ご近所のことで有機ジャストっていう畑で作ってる小麦で毎月こうやって届けてくれるんですよ。でこれをこのプレーンというパンに使ってます。小橋さんのところの梅酒法はハード系のパンに合うかなって気がします。もちっとはしてるんですけど風味も香りも高いし、やっぱり引き立てなんでそれもある。ザ・マーケットの、ミッションというか美味しいものを食べて生産者さんを応援できて
なんかその人が作ってるっていうことの方がなんか味とか糖度とかそういうことよりもなんか美味しいって感じるんじゃないかなと思って、それを美味しい革命っていう。このバーベキューの方で手作りしてるベーコンとクリームチーズとシュレッドチーズを入れてます。バンズはどうですか？あ、可愛らしいやん。新庄君、こんにちは。今野菜が届きました。届きました。こんな感じで、こっちもトウモロコシとかね、ナスか、ナスも今日できてますね。説明をお願いします。説明。郵送会社通していないので、畑からそのまま今朝取れたやつが取りになんかマルシェを金曜日に奈良でやってるんで、そこに僕が行くっていう感じです。傷んだりしてるトマト、こうなったらもう全然火持たないんで、農家さんは大体これもう捨てたりするんですけど、こういうのはもうこの傷んでるとこ取って向こうで使ったりもしますし、今そこに置いてるレトルト。これも手作り？バナナなんて無肥料無農薬の自然栽培です。使ってみて中は綺麗、美味しかった。卵はベーカリーでも使ってます。500ぐらい。530。ご馳走しますんでね、これ。ありがとうございます。この野菜がうちの八百屋さんの野菜で、今から出てくる野菜を食べたら分かると思うんですけど、野菜のインパクトが強いぐらい、人参とかもめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。飲み物はビールを選んでいただいていいですね。はい、全然僕らも飲みますから。あ、本当ですか？はい、昼から飲みます。なんかお昼から大人が飲める、飲んでる姿がある街ってよくないですか？いいですね。ココナッツはポークジンジャーとスペアリブです。
これはいちごシェイクです。受け取るやろ。サーモンが美味しい。お野菜も美味しいんですよね。味が濃いというか、産地直送の野菜を売ってるんですけど、そこも買ってるね。パン屋だけじゃないっていうところがいいかも。よかったら皆さんで飲んでください。こちらアイスコーヒーで、こちらアイスオレで、牛乳ではなくオーツミルクが入ってます。ありがとうございます。あ、おはようございます。これ美味しいです。めっちゃでかいし。どれが何がや？だけどどっちがいいですか？でかいでしょ。すごい大きいですね。これらはどちらで取られた？富田林です。おお。はい。無農薬でやってるんで。はい。はい。この月に1回の朝市だけでなくって毎週土曜日ザマーケットに出店しに来てくれてて、はい、グロッサリーって八百屋にお野菜も卸してもらってるんですけど、毎週土曜日農家さん本人も来てくれて、お客さんが生産者さんから直接買えるっていうこと。チークは朝どれで、あ、ちょうどいいかもしれません。はい。はい。こちら何を購入されたんですか？かぼちゃとナスと玉ねぎとゴーヤとイチジク。これは今おまけでもらったバジルですね。こちらは何度か。はい、来たことあります。はい、お世話になってます。コーランスミヨイです。マーケットのおかげで住みよいと思います。ありがとうございます。綺麗にまた、香りが結構。もうすごいこもしてる。ね、はい。これでよろしいですか？はい。あ、2つ。ありがとうございます。今日はイチジクとスイカとお野菜買いました。今日は朝も来てたんです。朝ごはん食べに。なのでまた昼とかも来るかも。バターってどんな感じですか？バター塗るやつです。お店の商品ではなくて彼女個人の、はい、商品なんです。ブレーズの方で作って販売させてもらってる。そうなんです。はい。
でシェアスペースでやってるので、普段は違う人が使ったりとかしてる場所なんですけど。これビーツです。飲む血液と言われるほど栄養がいっぱいです。自分でやりたいなとは思ってたんですけど、なんかちょうど加藤さんがやっていいよって言ってくださった。なんかそこにグロッサリーがあるんで、旬のお野菜とかフルーツとか仕入れることがしやすいんで、今日来てる農家さんとかのものを使ったりとかフルーツ使ったりとかしてますね。はい。ここは一応私が管理をしてるんですけど、みんなで子どもたちとかと一緒に植えて、ワークショップで農家さんと一緒に植えて、で水やりとかは私がやってるんですけど、ちゃんと洗わないと。こっちはシェアスペースみたいな感じになってるんで、イベントしたりとか、ワークショップでレンタルしてもらったりとか。やっぱりザ・マーケットでこうつながったお客さんが何かされてたりとか、あと農家さんももっと知ってもらうためにやっぱりお店でこう商品というか食事を提供してるだけだと伝わらないところがあるので、お客さんがやりたいことをここで実践してもらったりとか、っていう風にしてなんかこう広がっていきました。お米は農家さんの扱ってるんで、もうすぐ新米も出てくるんで、これは去年の米。チキンやらんで4キロじゃない？結構早くなってるでしょ。出たわ。さつまいもとじゃがいもをダッチオーブンっていう鉄鍋で蒸し焼きみたいな感じで、こっちは米。炊飯器は保温するだけで、炊くのはこっちで先の。
ちらのお野菜は季節によって変わったりするんですか？そうですね。今前に出てる多分農家さんの野菜がメインになってくるんで。熱い。今から肉を仕込むんで切れ味を一発出しとかないと。全然ごめんけど笑顔をつけてあげるのはあげる焼きでいいよ、焼きで。醤油と砂糖とニンニクと蜂蜜合わせた甘辛いタレ。これほんまは豚肉にいつもつけて焼いてるタレなんですけど。レモンチキン、レモンでマリネしたチキン。これもらっていきます。はい、4つですね。これ今にナススクエル。今ここでは何の準備をされてるんですか？今はちょっと野菜すくいって言ってどうやったらお客さん来てもらえるかなとか楽しんでもらえるかなと思った時にちょっと涼しい演出みたいな感じで縁日みたいな感じで楽しんでもらえたらなって感じで野菜すくいやってます。そうですね。お、行くぞ。イエーイ。そーっとやってゆっくりこうやってあげて。見せてもらってもいい？いっぱい取れた？何が好きなお野菜ある？トマトとブルーベリー。トマトとブルーベリー？どうですか？おいしい。そうですね。はい。はい、ちょうどね食べ頃だと思います。はい。はい、どうもどうも。はい、ありがとうございます。どうも。今日はスイカとトリッキーとオクラとね。あとパン。あとパンですかね。パン。ピーマンもらって。あ、そう。ピーマンね。レモングラス、ニンニク生姜、やっぱ味が違うからここ買いに来てますよね。あと無農薬であったり発酵食品とかに興味があって、それでここに来られてるのを知って買い始めたのが初めです。やっぱそれで全然違います。そうですね。お野菜はね甘みも違う。やっぱり濃い
何を置いても濃いし、まずそれで安心安全なんで作ってはる方の顔が見れるし、インスタなんかでもね作っておられるのを見せていただいてるんで、なのでこういうのが来てくれるのはとても嬉しいです。消費者様と直接つながれる機会とかって普段はあるんですか？普段はないですね。反応が聞けるんですよね。実際にこの前あれ食べて美味しかったよとか、あんな風に料理したよみたいな話になったら、こっちもこう作りがいがあるというか、で貴重な交流の場です。顔が見える場所ですね。今の季節のこだわりとか一押し野菜。あとまた来年の4月終わりからいいように少しでも人が楽できるように。ありがとうございます。以上になります。はい、ありがとうございます。何の撮影されてたんですか？今は朝市をちょっと広めたくて、今いいものが揃ってる無農薬とか有機栽培とか野菜とか、こだわって作られてるものが多い中で、価値があるのにその価値に気づいてもらえてない、もっと知ってもらえていいのになっていう思いがあるんで、そのためにインスタグラムのリールとかでちょっと再生数とか回してみんなに広めていきたいなっていう感じで撮影してました。朝4時から起きてやってるの？ああ、もう大変ね。朝トレでやるでしょ。土日だけ趣味で無農薬で作ってるんですよ。使いたい時にちょっとずつこう使っていくっていう。これはイタリアンパセリです。全部ハーブ、いろいろミントとかローズマリー、オレガノ、セージ、あと山椒とかも。山椒ね、山椒の葉っぱ、これ全部もう自分たちの。そうですね、野菜は八百屋で買うし、こういうハーブはここにあるし、なるべく自分たちのもので使えたら。球体はね、これはヨーグルトのソースを作ってます。ランチの時にお肉とかソーセージとかにかけるソースです。
ーシュのお肉ね。めっちゃ美味しい。野菜がね、そのままの味。で、また旬の野菜でしょ、結構。夜はね、来たことないんですけど、もう昼間はすごい大ファンです。取られへんね。これごとなんかすぐちゃうよね。はい、ありがとうございます。チャーシューの方、はい、チキンです。はい、どうぞ。レモンチキンありがとうございます。こっちでいいですか？はい。はい。こっちで。ここにします。はい。パンってどんなパン？パンは向こうで焼いてるサワードーっていうハードメロン。これは鶏だしです。鶏だし。鶏だし。鶏仕込んだ時に出る端材みたいなのがあるんですよ。それを使って、あと野菜のくずとかを入れて、だしを。これでスープ作ったりとか、カレーのだしの素にしたりとかしてます。お待たせしました。牛すじカレー。はい。こちらサラダにします。お待たせしました。チャーシューです。はい。はい、レモンチキンですね。お待たせしました。美味しいですか？予想してたようにめっちゃ美味しいです。本当ですか？すごいずっと気になってて、で野菜も売ってるからどうかなって思いながら見てたんですけど、今日は初めて取れました。あー、お疲れです。お疲れ。気をつけて。あー、そうじゃない。いちごシェイク、ブルーベリーシェイク、しそソーダ。しそソーダって言って。しそソーダを作りましょう。
鮮やかですね。夏みかん。すごい、本当にお仕事。はい、飲みます。お昼から大人が飲める街を作りたいっていうコンセプトなんで、飲むのも仕事って、はい、聞いてます。飲めって言われるからなとか言いながら喜んでるんです。いただきます。職務規定なんですよ。みんな飲んでるでしょ。はい、職務規定で昼はビールっていうか、食事とともにお酒をたしなみましょうっていうふうにしてる。そういうマッチがいいでしょと。そういうマッチを作りたかったら自分で実践しないといけない。もともとされて。そうです。都市計画をもう25年ぐらい。やっぱり農村とつながったりとか農家さんとつながったりすることで、食べるものと作り手とか作っている大地みたいな都市に暮らしながらも感じられるようになることが実は幸せなんじゃないかと。でそれは実は美味しさに関わってくる。でそうなったらじゃあ美味しいって何なんだろうっていうのはやっぱり誰とつながってるのか、誰が作ったものなのか、どの大地で作られたものなのかみたいなのがめちゃめちゃ美味しさに影響してくる。それが享受できるのは都市でしかない。都市っていろんな人がいろんなものをやっぱり持ってこれるし、食べることができるから、それがやっぱり都市の暮らしの優位性だし、食卓から日本とか社会を変えていける、そういうことをやろうっていうので3つ目のミッションを今美味しい革命っていうのをやってます。じゃあもともと特にパン作りもパンも習ったことないです。モントリオールでカフェに入った時に食べたパンに感動したんですよ。でサワードーだったで、これはいいなと思って独自で YouTube とインスタを見て完成させたんですよ。出会いはね、僕はもともと池田で飲食店をやってて、で加藤さんが主催するマルシェに出るようになって、ちょうどほんまタイミングが良くて、ここでイベントやろうって話になって、いいお店なのは分かってたから、じゃあこの物件借りて月1回イベントやろうっていう話から始まる。でその2年後にここをオープンするんだけど、その間にここに出店するって決めて、僕からラブコールをやっと受け入れてくれてここで出店になった。近所のスーパーに行く感覚で農家さんから直接野菜が買えるっていう環境を定着するためにやっぱもっとお客さんが来てくれないと、もう売り切れたのっていうぐらいになってほしいね。だってめちゃめちゃ美味しい野菜なわけ。ほんならそんな手に入らない朝どれなわけ。朝どれっておっしゃってました。そうでしょ。そういう暮らしをみんなしたいんだろうなって気づくんだろうなって、そのうち。それまでやり続ける。それまでやり続けるしかない。あの手この手で。レモンチキンと牛すじカレーです。
家族みんないつも美味しい美味しいって食べてます。はい。大丈夫お野菜の量すごいですね。そうです。もりもり入れてしまう。じゃあちょっといきます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。オリーブは北海道産の小麦と、あと福岡産の石臼びき粉を使ってます。25度ぐらい。風味の強い粉を使ってるんで、味わい濃いんじゃないかなと思うんですけど。水温とかもチェックされてましたね。水温します。この季節なんか急に寒くなったり暖かくなったりがするんで一番難しいんですよ。大したもんじゃないです。改めて朝ごはんって食べないですね。あ、そうなんです。野菜があんまり取れてないで、あと年齢的なものもあってちょっと健康に留意するようになりました。それで青汁は手っ取り早いかなと思って。今の段階ではめっちゃデロデロでよう触らんのですけど、発酵の合間にパンチっていう折りたたむ作業をしてる間に生地がしっかりできてきて、ちゃんとボリュームが出るようになってます。何回ぐらいパンチはされる？これの生地は4回。多分普通1回ぐらいなんですけど、生地がゆるゆるなんで何回も畳むことで生地をしっかりしたものにするって感じですね。石臼バタールは手こねなんですか？はい。これは開業当初からやってるやつですね。こねすぎると風味が飛ぶんで、粉がちょっと風味の強い粉なんですけど、なんで手こねでやってみようっていう感じでやってみました。
とはいい感じやったんで。これは菓子パンブリオッシュの生地で、クリームパンとあんパンとメロンパンと季節限定の桜あんパンの生地ですね。パン粉は枚方の北条製あん所っていう地元のあんこ屋さんがあるんで、そこでお願いしてます。どうしても規定のフィリングやったらそのままその味で美味しいんやけど、めちゃ美味しいんですけど、なんかそれはじゃあ僕じゃなくてもいいやって思っちゃって、手が入れれるもんは基本自分でやるようにしてます。まあこのカレーも一応自分では炊いてるんですけども、ああいう規定なフィリングっていうのは使わないですね。種類は日替わりを入れたら60ぐらいはあると思います。ジャンルはちょっとやっぱりハード系とかフランスパンより偏ってるかもしれないです。フランスパンをやりたくて開業したところがあるんで、どうしても偏りますとね、フランスパンが。
ちごのデニッシュです。期間限定でやってます。イギリスパンです。イギリスパンは、国産小麦2種類使用で、油脂もひまわり油を使ってます。各食パンは普通のバターと乳製品を牛乳を使った食べやすい食パンになります。牛乳アレルギーの方とかお子さんとかいらっしゃって、その人らでも食べれるような食パンっていうことで、乳製品は使わないようにしてます。うちの子が小さい時にちょっと乳製品アレルギー持ってて、そういう経験で、そういう子もいるやろなっていう風に発想して作りました。具材は今はカカオパウダーとチョコチップを使ってます。基本の生地があって季節とかそういうので具材を結構変えてますね。娘っぽくた。おはようございます。9時とかにご飯食べてた。
しば漬けのコッペパンを作ってる。しば漬け。しば漬けをマヨネーズであえて雑穀のコッペパンに挟んでチーズ乗せて焼くみたいな。ちょっと色すごいですけど美味しいです。お野菜の量すごいですね。すごいですよね。そうなんです。もりもり入れてしまう。一生どこでやってる。めっちゃ悩んだ。どうしよう。ピラ。あ、ピラの方。あれ名前ついてたね。そう。まあ清水やったらいい。でもあれやろ。結構いつも奥さんとはお話しされながら作業をするんですか？あまりしないな。そうやな。あ、結構黙と。まあラジオかかってる時はラジオにツッコミとか入れてそこで話はしますけど、まあお互い作業忙しいんでって感じですかね。そんなん言われんもんね。大丈夫かな。こいつはしば漬けのコッペパン。今18。高校生。高校3年生で今年19。次大学生。次大学生。ちゃんとこの朝に来てやるっていうのは3、4年前くらいから中学生、高校生。アルバイトさんがいない時とか、親が朝早い時は一緒に行ったりしてます。パン屋さん朝早いですよね。早いですね。お母さんも早いけどお父さんがもっと早いんで。3歳の時にこの店がこっちでオープンして、事務所でずっとなんか宿題したり段ボールして工作したり暇つぶしてました。そんなんばっかりやったな。テレビの料理とかでそれっぽいの作りようかとか映像を見てこれ合うかなと思ってこれ合うかな一緒に育ってきたから。そうです。ずっと一緒に育ってきました。確かに。
気づいたらちゃんとお客さんとかに恵まれてるから大きくなったんやなってもともと私別の仕事してて1年経たないぐらいにまあ私も入った方がいいかなっていう感じになって仕事辞めてこっちに入るようになります。正座は主人が1人であとこっちパートさんやったんですけど売りたい売り方とかそういうのもあったんで、まあ、私入ろうかなってなって。うちをあんまりベタベタ触らないようにはしてできれば一発で合わせそのままいけるようにしたいですね。ロデコは毎日使うんですか？いや、週1回水曜日だけですね。日替わりの人とですね。火曜日はドイツパンやって木金土がまたカンパーニュっていうまたライ麦パンこんな感じでまあまあ日替わりというかちょっと一度に出せないのでね。今日まだマシな方で綺麗に取れてる方なんですけどひどい時はベッタベタになってしまってでその分生地触ってしまうんで上がりが悪い時あるんですよ。それが結構ローデルの難しさですか？難しいですね。作るのは自信があるっていうか好きでやってるだけでまだまだもっと上手くなりたいなとはずっと思ってますね。生成系がやっぱりもともとが不器用なんであんまり難しいことはできないんですけどバゲットはもっと上手くなりたいですね。もっとかっこいいの作りたいです。これは多分ずっと言ってるんでしょうね。いいのできたと思ってもやっぱりよそのパンとか食べてやっぱこっちの方がいいなとかやっぱりそういうのもあるやろうしなんか面白い小麦粉とか紹介されて使ってみてよかったらこっちに変えてもっといいの作りたいとか、一生言うてるでしょうね。やめるまで言うてるやろな。なあフランスパンをな言うてそうやな言うてそうやな。なんか清水さんにとっていいフランスパンっていうのはどんなフランスパンなんですか？やっぱり歯切れがいいのと僕の個人的な好みでやっぱ味がしっかりしてるやつかな。それは多分料理につけるフランスパンとしては良くないのかもしれないけどもあくまでやっぱりフランスパンは主料理の引き立て役やから僕はやっぱり味のしっかりしたフランスパンとかが好きなのでそういう風にしたくって粉の選定とかまあ発酵の取り方とかは考えてやってますね。意外と生地の中の差で今のとか表面が割れるんで。
じゃあね。お疲れ様です。小学校までずっとここにいました。作業場で遊んで時間を潰してました。奥で一人で遊んでたことが多かったので、多分他のわかんないですけど、他の家族よりはもしかしたら家族の時間が少なかったんですけど、日曜日とかここが休みなので、その時はお父さんとお母さんが頑張ってその家族の時間を作ってくれてたので、そこが一番嬉しかったですだからもう朝飯とかではないっていう感じなんですね。はい、そういうインテリアとか建築のデザインの学校に行くんですけど、そういうインテリアとかそういう企業とかにつけたら、ここのいろはベーカリーもまたそういうデザインに携われたらいいなって思ってますお母さんのデザインで多分決まってます。ほとんどお母さんがデザインを昔仕事でやってたので、お絵描きとかで影響を受けてると思います常連さんとか素敵なお客さんに囲まれて育っていけたらいいなと思いますここが。いいですね。お疲れ様です。お疲れ様でした。普通の小さい子の生活サイクルとはすごいもうかけ離れてたと思うので、それこそ3、4歳で10時とか11時に寝るみたいな感じだったんで、もうめっちゃかわいそうやったなと思います。今すごい助っ人として助かってますぐれてもおかしくないぐらいなんかね、やっぱ結構ほったらかしの時間っていうか、あれ小学校低学年ぐらいまではここに来て時間潰してましたけど、5、6年生だったらもう自分で鍵持って家帰るみたいな感じだったんで、遅くまで帰ってこないし、勝手にご飯食べてみたいな感じだったんで、ほんまにグレんくてよかったと思いましたまあいろいろ思うことはあるんでしょうけど育ってくれましたね、お母様の影響も受けてか。そうですよね。でもなんか好きみたいですね。だから頑張ってほしいなと思いますけど、あれを一緒に昔作ったんですよ、小学校の工作で。そういうのもあるんですかね。なんかもともとなんか作るの好きな子なんで、まあそういう仕事についてくれたらと思いますけど、帰るってなったら娘がデザインしてくれたらいいなって思いますね。日替わり、はい、はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。
今日のロデムの仕上がりとしてはいかがですか？よかった。ホッとしてます。ひどい時はって生地がさっきの布にくっついてぺちゃっとなっちゃって中のガスが抜けちゃったの焼いてもなんか中切ったら気泡が詰まってるとかぺちゃっとなってるとかだと思うんです。そんなちょっとのことですごい繊細なんですね。時計はね難しいですね。作業工程とか発酵の取り方とかその辺の基本を大切にしてます。はい、あんまり気をてらったことはしないようにしてます。運命の由来は分かりやすいいろはで初心に帰れるようにっていうことですかね。物事のいろはみたいな感じで初心忘れるべからずみたいな感じですかね。これどなたが決められたんですかね？2人でパッと出たんで、はい、おしゃれなブーランジュリーとかじゃなくってパン工房とかじゃなくてベーカリーよねっていう話から何がいいやろうって言ったらやっぱりいろはかなってなんか2人とも言いましたね。ありがとうございます。1点パンオレガン、小豆が1点とリンゴ。ありがとうございます。いただきました。お子様といつも2人で。そうですね、それが多いです。お昼ご飯にちょっと食べようかなと思って買いました。さっき買ったなんか小豆っていうやつが美味しい。中に小豆入ってて、で、そうなんかフランスパンみたいな生地に入ってて、それが美味しいです。子供はね、まだちょっと食パンぐらいしか食べたことなかったんですけど、でも全然普通に美味しいです。食パンもこちらの食パンも食べられるってこと？そうです。店員の人が結構優しいのが好きですね。子連れだと結構なんか迷惑かけへんようにすぐ買わないとみたいなんですけど、でも全然ゆっくりしていってくださいみたいなのがいいですね。家族みんないつも美味しい美味しいって食べてますって、これからも頑張ってください。結構赤ちゃん連れた女性のお客様多いですか？はい。そこに小児科があるんですよ。で、多分そういう検診とかの後とかにも寄ってもらえたりするんじゃないかなと思います。この先生もお客さんなんですよ。な。すいません、お願いします。水曜日限定でロデブっていうフランスパンをやってて、じゃあちょっとできます。ぜひ、はい、ありがとうございます。初めて来ました。Google マップとか、あとはインスタでパン屋さん調べてたら出てきたので気になってました。このフォカッチャがあるって聞いてたので、このフォカッチャのサンドをちょっと買ってみました。なんか自家製クリーム使ってるって書いてあったクリームパンとか、あとは、ベーグル。結構ベーグルも好きなので、ベーグル、くるみとかチョコ入ってるベーグルと、
あとちょっと甘い系も食べたいなと思ってミルクフランスも買ってみました。雰囲気もそうですし、なんか国産小麦粉とかなんか素材にこだわってるところがなんかいいかなと思ってちょっと来てみました。そう、なんか店員さんもとても優しくていろいろ教えてくださいますし、なんかお店の作りも可愛くてまた来たいなと思いました。お店の雰囲気すごく可愛らしいなと思うんですけど。奥さんです。奥さんが施工業者の人にスクラップ持ってってこんな感じでって言って、あとまあ予算との兼ね合いでいろいろやってもらった感じです。奥さんは別途仕事やってたんですけども、在宅でやってたんですけども、外観とか雰囲気作ったのが奥さんなんで、まあ、できれば入ってほしいということでお願いして、まあ、働いてる仕事は辞めてこっちで販売この他やってもらうことになりました開業1年後ぐらいですね。で販売入ってもらってって形でお客さんが来てくれるのもおかげやとは思います。はい。しておきますね。すいません。リンゴのサンデルはもう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。内装はすべて奥様がやられたって話があったんですけど。まあ一応相談しながらですけど、実家にあった棚とかを持ってきて、それに合わせて作ってもらったりとかしてもらいました。ほんまに助かりました全然お金なくて開業したんで、これとこの棚とこの引き出しは実家ですかね。色目とかサイズとかはそれに合わせてなんかやってもらった感じですかね。デザインとかやってたんで、まあ興味はいろいろね、インテリアとかあったんですけど、床のこういう感じにしたいとか、こう素人やけど、まあ一応これは絶対したいとかっていうのは結構あります。そういう入りやすい店の方がいいかなと思って、なんか魔女の宅急便のお店みたいな感じとか、ああいうのはなんかイメージにあった気がします。はい、じゃあ今日ご用意しておきますね。はい。お願いします。牛カルビサンドと季節のフルーツデニッシュ、お願いします。はい。イギリス食パン一斤、はい。お願いしました。
ポイントカードをお作りしてよろしいですか？お願いします。はい、ありがとうございます。雨の日ポイントも一緒についてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。雨降ってる時にご来店いただいたら、通常500円で1ポイントのポイントがもう1個つきます。有効期限設けてないんで、なんかね、皆さん結構貯めてくれはりますね。お待たせしました。食パン熱いので袋を開けてます。ありがとうございます。初期の頃に来てくれた方が15年経って大人になってとか、それこそ小学生やった子が大学生大学院生になっても通ってくれるとか、男性の方で独身やって独身でたまにすごいいっぱい買ってくれる人が数年後かに彼女さん連れてきて、あ、何年ぶりだ彼女さんおると思って、また数年後になったら今度は子連れで来てくれてで今も来てくれるんですよ。それはすっごい嬉しかったですね。あ、長いことやるってこういうことなんやと思って、それすごい嬉しかったな。そうやって継続的に来てくれて世代をまたいでというかいうのはすっごい嬉しかったですね。はい、うちの味が美味しい美味しくないは分かんないけども、その人の基準になってるんやったらすごい嬉しいですね。20年とかやっぱり続いているお店ってやっぱ近隣にもあるんですよ。続いてるだけで勝ちよな、ほんまに。もう継続だけで万々歳やと思うんで、うちらもなそんな派手なことはせんでいいんで、まず続けることが大事やなと思います。男が一人前になるまではまだこの勢いは保たなあかん。もしかしたらプロの方もいるかと思うんで、もう今回ビクビクしながら出てるんですけども、ちょっとこうした方がいいよとかいうのがありましたら優しくお願いします。はい。そっちか。いや整形とか不器用なんであんまりうまいことないので、もうシンプルなパンしか作ってないんですけども、はい、それでもどうにかこうにか15年やってきたんで、はい、それなりの品質はあると思うんです。大丈夫やと思うんですけども、もっと気になるとことかプロの方とか、パンの愛好家の方とかがもしアドバイスとかいただけるんでしたらよろしくお願いします。はい、もしよろしければご来店ください。よろしくお願いします。出ます。これで、